マンダラは宗教絵画のマンダラがあると思うんですけども、そのフォーマットに倣って一人の主人公を中心に置いて、その人のパーソナルなものとか、あとは家族とか、あと社会的なもの、いろんなレイヤーに分けて、その人の社会性のさらに奥にある歴史的背景、そういうものも描くことにしています。キプロスは欧州文化首都というのがありまして、EU に加盟している国が2都市選ばれて、そこの文化を盛り上げるっていう、そういうイベントをやるっていう。でそこのオーガナイザーから呼ばれて行くことになったんですよね。今までのマンダラは一人主人公を決めていろいろ物を配置してっていう形でやってったんです。たくさんの人物。今回は赤ちゃん一人がお墓の前にいるとか、あと猫がただいるだけとかそういうものも全体のキプロスの歴史になぞって作っていったって感じですかね。キプロスっていう国は南と北、ギリシャ系キプロス人、トルコ系キプロス人に分かれてるんですよ。でお互いが行き来する時に分断されてるんで国境があるんですね。でそこにパスポートコントロールがあって、観光客とか地元の人も並んでて、すごい時間かかるんですよね。少し行くのにもパスポートを見せて通らなきゃいけないけど、猫がすごいキプロスっているんですよ。で猫はスイ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 通ってるんですよね。だから人間は自分たちの作ったルールによって縛られてるけども、猫は自由に行き来してる。だから将来キプロスも猫のように自由に通れればいいんじゃないかってことで、お互いのこの南と北の壁の前で猫を撮影したんですよね。僕自身キプロスって国知らなかったんですよ、行くまで。で全く知らなかったですよね。で行ったら興味持ったんですよ、非常に。でどこに興味持ったかっていうと、やっぱり分断されてるってところですよね、南と北に。日本人は特にキプロス馴染みないと思うんですよ。だけどやっぱり僕としては共通項を持って作品を見てほしいんですよ、日本人の方にも、また海外の方にも。今欧米諸国、アメリカとかイギリスとかそういうところと、あとイスラム国との対立とか、中東諸国との対立とかあるじゃないですか。そういう世界の構造、縮図ってものがあって、すごく大人数の国の人が、人口が共感できるテーマだと思うんですよ。ギリシャ正教とイスラム教の対立っていうのは。キプロスっていう国の作品っていうよりは、ギリシャ正教とイスラム教が分かれてる国で、そこの人たちが一つの、今は分断されてるけども一つの国になろうとして行こうとしているそういう人々の様みたいなものを一つの作品の中に込められればなと思って、でそれが日本人はじめいろんな国の人たちに共通項として認識してもらえる作品になればいいなと思うところが一番僕の今回の肝ですね。メインの、マンダライン・サイプロスなんですけど、今回主役がいないんですよね。キプロスが主役なんですよ。でキプロスの花で作られた地図を両地域の子どもたちが作っている花で、あと両地域の兵士たちが花で地図を作っているっていう様を描いて、で分断されているのはそれをドラム缶で表現したんですよね。やっぱキプロスは今分断されてて、でもこれじゃいけないと思ってる人が多いわけですよ。でもその反面もうこのままがいいんじゃないかと思ってる人がいて、でも僕のアプローチはやっぱり未来のキプロス、ユナイテッドな国になろうっていうキプロスにしなければっていう心意気がある人たちに僕が作った作品を作ることで
なんか意義があると感じてもらえるっていうコンセプト、骨組みをがっちり作るわけですよ。で協力してもらえるものになるっていう、彼らが意味をあって手伝いたいと思うものっていうのを作ることっていうのが僕は意味があると思ってるんで、そのためにやっぱり僕の考えていることとか僕の企画をちゃんと丁寧に分かってもらう必要があると思うんで、そのためにやっぱ時間は非常に必要で、現実的には実際に若い人でも30歳になる人でも向こうの壁を越えたことないっていう人がたくさんいるんですよ。その人たちがマジョリティなんですよね、実は。壁を越えたことがないと。で僕のプロジェクトをやる中で初めてトルコ系の人たちと話したよとか、初めてギリシャ系の人と話したよとか、初めて友達ができたとか言って、プロジェクトの中でもこうコミュニケーション取るのが始めたり、あとみんなで打ち上げやってる時にすごく盛り上がったりして、あとこれ感想を聞くと初めて話してすごく新鮮だったとか、それぐらいの感じですよ。で写真って1枚の写真ですけど、僕の作品はさっきも言ったように人とコミュニケーションを取ってやってもらうまでの共同っていうか、そういうリレーショナルアート的な作品だと思ってるんで、そこまでに一緒に作ってこういうふうにやったっていうのが大事だと思ってるんですよ。人と接してどんどん未知の地に行ってコミュニケーションにとって無理難題をやることが楽しいなと思ってます。最近は死ぬほど大変ですけど、僕らしいのかなと思って、苦労することが。